ように旅するシドニーへの一日をお届けしたいと思います。どんな一日になるのか楽しみにしていてください。朝起きてまず向かったのはサーキュラーキー。ホテルの目の前にあるバス停からバスに乗り4分ほどでフェリーターミナルに到着します。フェリーに乗ってまず向かうのはマンリービーチです。ちなみに後方の外の席がおすすめです。出発してほどなく後ろを見るとハーバーブリッジとオペラハウスの特別なツーショットを見ることができます。この景色を見るためにフェリーに乗ったと言っても過言ではありません。画面左手に見えてきたのはガーデンアイランド。ここには海軍のベースがあります。マンリーまではだいたい26分ほどで到着します。マンリーステーションに到着しました。マンリーステーションを降りてずっとまっすぐ行くと突き当たりがマンリービーチになります。到着しました。オーストラリアらしい黄色と赤のフラッグが見えています。これはスイムビトゥインダフラッグ。このフラッグの間で泳いでください、安全ですよという意味です。朝のビーチは人が少ないのでおすすめです。泳いでお腹も空いたのでフローズンヨーグルトを食べたいと思います。好きなものを好きなだけカップに入れて最後に重さを測って料金が決まるシステムになってます。それではまたフェリーに乗ってシドニーのシティに帰りたいと思います。もちろんシドニーのシティに戻る時にもオペラハウスとハーバーブリッジを見ることができますので、ぜひカメラの準備を忘れずに。バスに乗って一旦ホテルに戻っています。今左側に見えているこの端末、こちらにクレジットカード、タッチ決済 OK のものをかざすとバスの料金を支払うことができます。乗車時と降車時両方タッチする必要がありますのでお忘れなく。お昼はサリーヒルズで大人気のお店にやってきました。こちらはモダンオーストラリアン料理、特にスペインと中東モロッコから影響を受けているお店です。まず頼んだのは西オーストラリアシャークベイ産のホタテです。それからズッキーニを揚げてペコリーノチーズをかけたもの。中はサクッとしていてとっても美味しかったです。メインはラムショルダー。ソースはナスとハラペーニョをスモークしたものがかかっていました。全部美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹がいっぱいになったところでバスに乗ってパディントンにお買い物に行きたいと思います。今いるサリーヒルズのお隣のエリアです。オックスフォードストリートというとても長い道にたくさんおしゃれなお店が並んでるんですが、今回はウィリアムストリートという一本入った道からスタートしてみたいと思います。You got my heart in your hands. You got me canceling all of my plans, clearing my whole schedule for a chance you never planned on.
タウンハウスを改装して可愛いお店がたくさん並んでいます。まず入りたいのがこちらのお店、バイシャーロット。シドニーで大人気のアクセサリーブティック。特に人気なのがゾディアック、星座をモチーフにしたネックレスです。ゴールドでとっても可愛いです。お店を出てオックスフォードストリートに戻ります。続いて向かったのがハンセン&グレーテル、フェミニン系のお洋服屋さんです。私はこちらを購入しました。続いて向かったのがアジェ、エレガントでモダンなお洋服屋さんです。オンラインショップがあって日本までの配送も行っているようです。続いてやってきたのはザ・ストランドアーケード。1891年からある歴史的なショッピングモールです。こちらはシドニーの CBD、 街の中心にあります。かわいいお茶屋さんがあると思ったら日本の茶器や抹茶が売っていました。お店の名前はクオリティです。こちらが今回お目当てのお店です。本当はスパイス屋さんで有名なんですけれど、私のお目当てはこちら、ティータオルです。オーストラリアのクリスマスの様子であったり、動物、それから生活が可愛いイラストで描かれていて、お土産にぴったりです。夕ご飯を食べにやってきたのはダーリングハーバーです。ここは観光名所でもあるんですけれど、ウォーターフロントで素敵なレストランがたくさんあるので、ローカルの方ももちろん訪れることがあります。ご飯を食べた後にコーヒーをテイクアウトしてこの水辺をお散歩したりするのがとっても気持ちいいんです。毎週土曜日の夜9時には花火も打ち上げられるそうです。話は少しそれてしまうんですが、昔はこの柵がなかったんですよね。海に落ちてしまわないかなって心配はしてたんですけど、さすがに柵ができたようですね。ということで今日のディナーはアドリアというイタリアンレストランで取ることにしました。シドニーはイタリア系の移民もたくさんいるので、イタリアンがとっても美味しいんです。王道ではありますが、私たちはグリークサラダ、それからマッスルに、ジェノベーゼのパスタを頼みました。ダーリングハーバーは日が暮れるとこんな感じで少しロマンチックな空気になります。住むように旅するシドニー、いかがでしたでしょうか。次回はシドニー最終日の過ごし方をお送りいたします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければいいね、フォローよろしくお願いいたします。